なんだ、また懲りずにキーボードを。いえいえ、これはちょっと違うんですよ。Gadget Budget。皆さんこんにちは。ガジェットのなおです。皆さんは左手デバイスをご存知でしょうか？ PC 作業やゲームで通常マウスは右手に持ちますが、左手デバイスは左手に割り当てるカスタム可能なボタンやダイヤルが搭載された補助的な入力デバイスです。これにより複数のキーを組み合わせたりショートカットなどを登録することで作業効率がアップするというものです。あ、今キーボードでよくねって思いましたよね。はい、実は私もそう思っていました。コピーはコントロール C、 ペーストはコントロール V を押せばよいじゃないかと。でも最近日々 YouTube 動画の編集をするようになり、編集作業の効率を上げたいな、何か良いものはないかなと探していたんです。よく見かけるのはこちらです。こちらは画像編集や動画編集のプロ御用達高性能機ツアーボックスです。これ良さそうなんですが、エリートというモデルが約4万円です。正直自分が使いこなせるかという不安があり、高価なものを買って宝の持ち腐れになったらもったいないなと躊躇していました。他にもストリームデックなどが有名で、これも見た目がかっこよくデスクトップがおしゃれになること受け合いなのですが、今回私が選んだのはこちらです。ドイオ KB16 です。この KB16 はキーボードのような 4×4 の16個のキーと小2つ大1つのダイヤルを備えた小型の左手デバイスです。メカニカルキーボードのような打鍵感が気持ちよく、小型なのでデスクに置いても邪魔になりません。価格はツアーボックスよりちょっとお手頃です。ツアーボックスのサイレン化モデルが1万4000円くらいしますが、こちらは1万2000円で購入可能です。そして何よりこちらは10キーとしても使えるという点が私には決定打でした。普段10キーレスのキーボードを使っているので、これは魅力的です。それなら普段使いの汎用性が高いため、左手デバイスの入門としてまずはこれで試してみようと思えたんです。それでは早速開封していきましょう。今回は日本の Amazon で購入しています。何やら段ボールのパッケージもおしゃれですね。お菓子のような開け口がついています。そしておっと、これは何でしょうか？段ボールの蓋に何やら加工がしてありますね。いえ、ただの加工ではなく切り抜いてあるようです。外せましたが、これは何でしょう？一旦こちらに置いておきます。さて中身ですが、三角の検査証とキーアサインの表でしょうか。そしてスタートガイドが入っています。どちらも日本語対応ですね。そして付属品ですが、 USB のタイプ A2C、 それからキーキャップを外すキープラーですね。では本体を取り出しましょう。
筐体の上半分はアルミになっていて、なかなか重量感があります。下半分は半透明になっており、かっこいいです。ノブは3つとも回すとクリック感があります。そして押し込むことでボタンとしても機能するようです。キー側はクリック感がないのでリニアスイッチでしょうか。ここはホットスワップ対応なので好みのスイッチに交換可能です。その他は緩衝材のみで内容物は以上ですね。サイズを測っていきましょう。だいたい横幅は 14.2cm、 奥行きは 9.7cm、 高さはキーやボタンを除き 2.2cm です。重量は 345g ですね。それでは早速 PC に接続してみましょう。接続は有線で行います。Windows 11の場合、特にインストールするアプリケーションはありません。設定はスタートガイドにある VIA というアプリを使用します。VIA というのは簡単に言うと、対応しているキーボード内のソフトウェアをリアルタイムで書き換えて自由に登録・編集ができるアプリです。こちらが VIA の設定サイトです。オーソライズデバイスを選択し、接続の要求ウィンドウが出たらドイオをクリックし接続します。接続されるとこのような画面が出てきます。初期状態で設定されているキーが表示されています。左上にあるレイヤーを選択することでレイヤーを切り替えできます。Web 上の0123は KB16 の液晶に表示される1234に対応しています。画面下部には設定できるキーが並んでいます。ベーシックは基本的なキーですね。メディアはメディアの再生、停止、ボリュームコントロールなどで、マクロは定型文や複雑な操作を設定する際に使用します。0から15の最大16個まで設定が可能ですが、記憶できる容量に上限があるので注意です。レイヤーズはレイヤー関連操作があります。スペシャルは特殊記号や無変換などの機種依存のキーがあります。また NE キーを使うと QMK キーコードを使用してコントロール C などの複数キーの組み合わせを設定できます。ライティングは LED の光り方を変更する操作があります。基本的な操作は簡単で、割り当てたいキーを選んで下部のキーから選ぶだけです。ノブの操作は大小共通で、クリックすると3つの設定画面に変わります。上から半時計回りの操作、時計回りの操作、押し込みの操作です。ここでは NE キー同様 QMK キーコードが必要になります。 QMK キーコードはちょっと複雑で、ここで解説すると動画が長くなってしまうので、今回は私が設定した例を記載しておきます。まずはこんな感じで設定してみました。10キーを想定しています。ここはマクロで0を3つ入力するように設定しています。角ノブは先ほどの設定通りですね。では実際使ってみましょう。Excel でのデータ入力や家計簿ソフトへの数字入力など、数字を大量に扱う作業ではこの独立した10キーは驚くほど効率を高めてくれます。指がホームポジションから動かない快適さがあります。ウェブブラウジングをしてみましょう。タブの操作も想定通りです。ノブを回す動作自体がマウスホイールより心地いいんですよ。
快適な操作に慣れてくると左手デバイスなしには戻れないと言っている方々の気持ちがよくわかります。また KB16 はホットスワップに対応しています。ご自身の好きなキースイッチ、キーキャップにアレンジしてより快適な入力をカスタムすることが可能です。いかがだったでしょうか。同様 KB16 はプロ仕様の左手デバイスは敷居が高いけど、まずは試してみたい方に最適な1台です。手の届きやすい価格でありながらテンキーにもなる汎用性と日常作業を効率化する豊富な機能を備えています。あなたの日常の PC 作業におけるちょっとしたイライラや無駄を KB16 が確実に解消してくれるでしょう。もし日々の作業をちょっとだけ効率化したいと思っているなら、この KB16 から左手デバイスの世界に入ってみませんか。動画概要欄に製品リンクを貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。この動画が少しでもお役に立ちましたら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。